退屈だな。私ここんとこ留守番ばっかりだもんな。だいたいあいつも冷たいわよね。ゲベルをやっつけちゃって正式にローランディア王国の騎士になってからというもの、一人で任務に就くことが多くなっちゃってさ、おかげで日記につけるようなこと何にもないもんな。ルイセちゃんはルイセちゃんで宮廷魔術師見習いになってから結構忙しくしてるみたいだし、でも考えてみればあれからみんなバラバラになっちゃって、あいつとルイセちゃんもあんまり会えてないんだろうな。ルイセちゃんにしたってあいつのことをいつまでも大好きなお兄ちゃんのままでいいなんてことは思ってないだろうし、とは言ってもこのままじゃきっと何にも変わんないだろうしな。ティピーいる？あら、ルイセちゃん久しぶり。ほんとね。ティピこそ元気にしてた？元気元気どころかもう力あり余っちゃって、あれこんなとおりよ。すごいわね。でもどうしたの急に？ちょっと時間が空いたから久しぶりにティピの顔が見たいなって思って。やっぱルイセちゃんは優しいよな。そんなちょっと大げさだよティピ。ところでお兄ちゃんまたいないんだって？そうなのよ。ねえルイセちゃん、ちょっと聞いてくれる？あいつ今復興中のランザックに行ってんだけどさ。一人で行ってくる。なんて言っちゃってさ、私は置いてきぼりなのよ。だいたい私はサンドラ様から直々に指令を受けてるあいつのお目付け役なのに、ちょっと有名になったからってそんなことすっかり忘れちゃっててさ。ほんともう今度帰ってきたらティピちゃんケーキだからね。でもお休みの時は顔を出すんでしょ？まあね。でも来るなりお兄ちゃんなんて相変わらず一途なのね、ルイセちそんな違うってばティピ。ゃん。何を今更しらばっくれてんのかなこの子は。ルイセちゃんがあいつに対して兄弟以上の感情を持ってるってこと、あのウォレスのおっさんだって知ってるよ。ウォレスさんって言えば正式にローランディアの将軍になってからあんまり会ってないけど、元気にしてるのかしらね。あら、話をそらそうとしたってダメよ。そうだ、今日はいい機会だからその辺のことじっくり聞いちゃおうかな。そんなじゃない。まったく黙って見守ってたらルイセちゃん自分ばっかり我慢してちっとも前に進もうとしないんだから。でもまあルイセちゃんとしても困ったところよね。何が？あいつあんなやつだけど今となっては結構ライバル多いもんね。ライバルって？またとぼけちゃって。まあ身近なところから言えばミーシャなんかどうなの？頭の巡りは悪いしどうしようもないドジだけど、あの明るい笑顔は魅力的だもんね。それに何よりルイセちゃんに比べたらずーっと積極的だし。でもミーシャにはほらアリオスト先輩もいることだし。まあね、確かにアリオストさんの方ではそうかもしれないけど、でもミーシャ本人の気持ちはどうなのかな。ミーシャ本人の気持ちって？ミーシャの方は単なる魔法学院の大好きな先輩ってことかもしれないじゃない。ルイセちゃん聞いてみたことあるの？それはないけど。まあミーシャはルイセちゃんの親友でもあるから怖くて聞けないってとこだろうけどね。でもあいつ結構暗いとこあるから底抜けに明るいミーシャとはそれなりにお似合いのカップルかもよ。でも逆の意味ではカレンさんともお似合いかもね。どうして？カレンさんって頭がいいしおしとやかで落ち着いてるのに芯は強くてしっかりしてるし思いやりはあるし。それはそうだけど、それってやっぱりそう、ほら私はミーシャよりも大人だから。
あら、じゃあルイセちゃんやミーシャがカレンさんの年齢になったらああいう女性になるってこと？あ、でもほら、カレンさんにもゼノスさんがいるじゃない。ゼノスか。そりゃゼノスはカレンさん命だけど、カレンさんの気持ちはどうなのかな。カレンさんの気持ちって？その辺のところはある意味ルイセちゃんが一番わかるんじゃない？実の兄弟じゃないんだから好きになってもいいはずなのに、兄弟として育ってきたことが壁になって今さら普通の恋人にはなれないっていう苦しさ。ましてカレンさんの場合、ついこの間まで自分とゼノスは本当の兄弟だと思ってたわけだしね。もしかしたらカレンさん、その苦しさから抜け出すきっかけをあいつに見つけたんじゃない？そうなのかな。でもまあ、私としてはルイセちゃんの最大のライバルはミーシャでもなくカレンさんでもないって睨んでんだけどね。誰？またまた、本当はルイセちゃんだって一番警戒してるんでしょ？ジュリアンのことよ。でもジュリアンさんバーンシュタイン王国の人だよ。それにインペリアルナイトだよ。インペリアルナイトって言えばエリオット直属で国の誉れで、お兄ちゃんはローランディア王国で騎士をしていて、つまりいざって時には戦わなきゃいけない関係で、そりゃ一緒に戦ったこともあるけど、これまでにも敵として何度も戦っていて、それにルイセちゃん、落ち着きなさいよ。まったくもう動揺してるの見え見えだよ。そりゃ私たちと初めて会った時、ジュリアンは男として出会ったし、戦場でも闘技場でも戦ったわよ。でもジュリアンが剣を持つ意味について悩んでた時に、それを吹っ切るきっかけになったのはあいつだし、ジュリアンが女としての自分を取り戻していくきっかけになったのもあいつだよ。そういう意味ではジュリアンがインペリアルナイトになるっていう夢を実現できたことに対して、あいつは恩人って言ってもいいくらい貢献してるし、あいつの方でもジュリアンに対して尊敬の念を抱いてるし、それに何より自分が女であることを認めてからのジュリアンって綺麗だよね。あれ、ちょっとルイセちゃん、泣いてるの？だってごめんね、ちょっと意地悪だったかな。そんなことないけど。でもねルイセちゃん、グズグズしてたら本当にあいつどっか行っちゃうかもしれないよ。それでなくてもあいつとルイセちゃんの間には兄弟として育ってきたっていう大きな壁があるんだから、自分の気持ちははっきりと伝えないと。分かってる。いろんなこと言っちゃったけど、私が一番あいつとそうなってほしいって思ってるのがルイセちゃんだってこと分かってくれてるよね？じゃああいつが一番大事に思ってるのがルイセちゃんだってことは？それは妹としてのことだから。ルイセちゃん、それは違うわよ。あいつだってルイセちゃんに対して妹として以上の感情を持ってるよ。本当？私を誰だと思ってるのよ。私はあいつのお目付け役よ。だからルイセちゃん、もっともっと自信を持ちなさい。ピピがそう言うなら。自信出てきた？そうそう、その素直なところがルイセちゃんのいいところ。そうなの？そうだから、今度あいつに会ったら勇気を出してぶつかってきなさい。あいつきっと受け止めてくれるから。そうする。もしできなくてもそうできるように頑張ってみる。もうこんな時間？大変。王宮で会議の予定があったんだ。ごめんピピ、私帰るね。そう？じゃあまた明日にでも会おうね。じゃあまた明日。やれやれ、これでちょっと前に進む気持ちになったかな。ルイセちゃん頑張って。だって私
ルイセちゃんの最高の笑顔が見たいんだ。私は魔力によって作り出された魔導生命体ホムンクルスだから、もうすぐ私の命はなくなるわ。でも私信じてる。生きてる間にきっとルイセちゃんの最高の笑顔が見れるって。あいつもルイセちゃんの幸せを心から願ってるよ。だからルイセちゃん、勇気を出して。もしあいつがルイセちゃんを悲しませるようなことしたら、とびっきりのティピちゃんキック食らわせてやるから。